私はしおり。これは軽い家族自慢ですが、私の父親は自分で会社を立ち上げ、年商5億円を稼ぎ、日々奮闘していました。最初は苦労していたものの、今では多くの従業員を抱え、成人した私も今や父のそばで従業員として働いています。そんな私も父の紹介ではありましたが、最近結婚をしました。相手は父の知り合いの息子さんで、お見合いという形ではあったものの、意気投合し、そのままトントン拍子で結婚し、今では2人仲良く暮らしています。ただ、一人の存在を除けば、順風満帆と言えるくらいでした。その一人の存在とは、夫良介の義母である良子です。義母は最初こそ好印象でしたが、結婚後に何度か交流をしていく中で、徐々に義母の本性が見えてきました。義母は毎日私の顔を見るという理由で家に来ては、私の私物を勝手に持っていく借りパクリ常習犯でした。しおりちゃん、また明日。玄関から出て行こうとした義母の手には、明らかに来た時とは異なるほど大きな袋持ち。私が気づいていないと思っているのか、にこやかに出て行こうとします。お母さん、それ何ですか？何度も私物を持ってかれては、さすがに私もめいってきます。これは何でもないわよ。おほほと笑いを浮かべる義母ですが、その顔は笑いきれていません。私はため息をつき、中を見てもいいですかと聞き、私が近づこうとすると、慌てて持っていた袋を抱きしめ、やめてちょうだい。あなたに見せるようなものじゃないの。と、義母は明らかに焦っている様子で、今にも私に噛みつくような勢いで叫びました。こうなっては、どれだけ言っても見せてはもらえないでしょう。私は諦めて、義母がそのまま出ていく姿を見送りました。その後に何がなくなったのか確認すると、以前旅行先で購入したブランドバッグがありません。やはり、先ほどトイレに行くと言った時にでも、漁ったのでしょう。義母の盗み癖には飽き飽きしますが、良介に告げ口をすることはありませんでした。良介は父の会社で働いており、実は良介の父で私の義父にもなる安則も働いています。関係も良好で、近々父が隠居するということで、社長候補に良介が上がっていることもあり、今の良好な関係に傷をつけるわけにはいかないのです。それを義母も理解してくれていればいいのですが、どうも社会に疎いのか、それとも知ろうという努力をしていないのか、あまり分かっていないようでした。幸い大きな被害はないので、私が黙って飲み込めばいいだけと思っていました。しかし、それが間違いであったことはすぐに分かりました。ある日、義母からいつものように電話がありました。はい、もしもし？出ると、毎回明るい義母の声が私の耳に響きます。あ、しおりちゃん、今から行くから鍵開けといてね。ワクワクした様子の義母。これは明らかに次に取るものを決めている時の声です。私の家を宝探しの場所か何かと勘違いしているのかと疑いたくなるくらい。すぐに電話は切れてしまい、いつものように私もしぶしぶ鍵を開けておきました。お邪魔するわよ。義母が来るまでに私はお茶とお菓子を準備します。そのためにお湯を沸かしていると、電話から数分で義母が部屋に入ってきました。もうすぐ家に着く目の前で電話をしてきたのでしょう。もしいなかったらどうするつもりなのかと思いますが、そんなことを考えても仕方ありません。私は沸かしていたお湯の火を止め、義母を出迎えます。早かったですね。まあね、でも今日はすぐ帰るわ。これだけあなたに置いていくわね。義母はそう言うと、カバンからコンビニで買ったのか、小さいお菓子を置いてすぐに出て行こうとしました。来たばかりですよ。出て行こうと玄関に向かう義母に、私は慌ててついていきます。ああ、ついてこなくていいから、ちょっと用事を思い出してね。リビングから出ようとした私を制止し、義母はそのままそそくさと玄関に向かい、気づいた時には玄関が閉まる音が聞こえました。怪しい。いつもならお茶を早くよこせだの、トイレはどこと言いながら部屋を物色するはずなのに。
今日はこのまま帰ってしまうという義母の行動に疑問しか生まれませんでした。今日はとりあえず平穏無事に行ったということで、私は少し安堵し、沸かしていたお湯を再度沸かし、コーヒーを入れ、義母が持ってきたお菓子をおやつにして一服することにしました。しかし、嵐前の静けさとはよく言ったもので、すぐに大きな嵐ほどの問題が私に入ってきました。数時間後、電話が鳴ったので確認をすると、ディスプレイに義母の名前があります。どうしたのかと電話に出てみると、少しテンションが高いのか、甲高い声で笑いながら、あ、しおりちゃん、やっちゃったのよ、私。どうしたんですか？事故起こしちゃってね。大丈夫ですか？驚きのあまり、私の声が裏返ってしまいます。義母はそんな私が面白かったのか、キャハハッと無邪気に笑っている様子。もしかして頭を打ったのかと心配になるほどです。大丈夫よ。ただね、車が結構ひどいことになっちゃって。ご無事で何よりです。車ですか？あれ、お母さん、車持っていましたっけ？ふと義母が車を持っていないことを私は思い出しました。以前義父から聞いた話では、義母の運転はとても荒いもので、過去に何度も事故を起こしたため、免許は持っているものの、車は与えていないと聞いたことがあります。私の車じゃなくて、あなたの車よ。はい？私は耳を疑いました。なんと義母は、私の車で事故を起こしたというのです。しかし、私の車を借りていくということは一言も聞いていません。私は慌てて車の鍵をいつも置く玄関へ向かうと、本来ある場所の鍵がなくなっています。またベランダから見える駐車場を確認すると、あるべき車がありません。どういうことですか？やだ、怒らないでちょうだい、しおりちゃん。ケラケラ笑う義母の声に苛立ちを感じます。いや、怒らないでって、こんなの怒りますよ。今どこにいるんですか？教えたら来るんでしょ？やだやだ、怖いわ。義母に対して徐々に怒りがこみ上げてきます。それよりもしおりちゃん、車結構ひどいことになっているから、保険効くか確認した方がいいわよ。なんで私が払うんですか？当たり前じゃない。あなたの車なんだし、私は保険入ってないもの。これ、修理で済めばいいけれど、もしかしたら新車購入くらいになっちゃうかも。喋り続ける義母の声はずっとテンションが高いようで、それを聞いているだけで私は今にも飛びかかりたい気持ちになります。いい加減にしてくださいよ。その車、新車だったんですよ。もう何を言ってもテンションの高い義母に疲れてしまい、私は大きなため息をこぼします。そう、義母が乗っていた車は、私がずっと欲しかった外国の車で、頑張って私が働いたお金を貯めて、やっと買えた車だったのです。しかも、今日が納車日で、待ちに待った日が来たことに私も嬉しく、陽介の仕事が終わったら、一緒にドライブに行こうと言っていたところでした。知ってるわよ。あなたの駐車場にあることに気づいて乗ったんだから。そういうことか。義母が来てすぐ帰ったのは、私の新車に気づいたからで、玄関までの見送りを断ったのは、前もって鍵のある場所を確認していたことだから。つまり、今回義母が盗んでいったのは、バッグなどではなく、車だったのです。弁償してくださいね。いやよ、なんで私が弁償するのよ。それより、こんないい車乗ってるんだから、保険入ってるでしょ？しおりちゃんが出してちょうだい。何を言っているんだろうか。保険も確かに大切ではあるけれど、義母は人の車を盗んで、なおかつ事故を起こしたっていうことを理解していないのではないかと思うと、ため息が止まりません。どうしたものか考えていると、とりあえず保険会社に電話して、迎えをよこしてくれる？こればかりは私一人でどうにかできないので、陽介に電話します。ちょっと待って、しおりちゃん。車を無事に返してくれれば、まだどうにかできたけれど、事故を起こしてしまっては、もう私一人でどうにかできる問題でもありません。とりあえず、真っ先に陽介へ相談するしかないと思った私は、
義母が静止してくる声を無視して電話を切り、そのまま涼介に電話をしました。もしもし？何度かコールが聞こえた後に涼介が電話に出ました。あ、忙しいのにごめんね。実はお母さんのことで話があるんだけど。何した？涼介は義母の性格を把握していたこともあり、瞬時に何かしたのだと察してくれました。私はそのまま事の本末をすべて涼介に話します。やったか。ちょっと父さんにも相談するから待っててくれる？わかった。会話が終わり、涼介は再度電話すると言い、電話が切れました。そこから数分して、次は義母から電話がかかってきました。私は涼介だと思い、すぐに出てしまい、声を聞いて後悔します。ちょっとしおりちゃん、なんで涼介だけじゃなくて主人にも話してしまうの？電話越しで大声を出す義母。おそらく涼介が義父に話したことで、義父から義母へ電話があったのでしょう。そんなこと言ったってお母さん、こればかりは私だけでは解決できません。あなたはおとなしく保険会社に電話して、レッカーと迎えをよこしてくれればいいのよ。明らかに電話越しの義母は焦っています。それは無理です。なんでよ。いい加減にしてください。お母さんが無断でやったことなんですよ。しっかりと責任を果たしてください。何が責任よ。あなたこそ責任を果たすべきよ。車の所有者はあなたなんだから、あなたが責任を持って最後までやってちょうだい。さっきまでお気楽に笑っていた義母はどこへ行ったのでしょうか。何を子供みたいなこと言ってるんですか？私は一言も車に乗っていいとは言っていません。なのに無断で乗って、おまけに事故まで起こしたのはお母さんですよ。とりあえず話にならないので、後でどうするか涼介から電話させます。そう言い、お互いに興奮しては何も意味がないと思い、また電話を一方的に切りました。その直後に再度電話が鳴ったので、今度はディスプレイを確認すると、涼介からでした。もしもし、さっき電話したんだけど、通話中だったけど。お母さんからよ。やっぱりか、今父さんが電話してたから、しおりに電話が行ったんだと思ったんだ。すっごい怒ってるけど。父さんも怒ってるよ。とりあえず父さんが他社運転特約に加入してるって言ってて、それで可能か確認も兼ねて保険会社に電話してくれてるのと、迎えには自分が行くからって。そう。とりあえず義父が義母を迎えに行くとのことなので、帰宅後に話をすることとなり、電話は終わりました。夜、私たちのもとに義母と義父が来ました。しおりさん、本当に申し訳ない。玄関を開けるなり、義父が真っ先に私に頭を下げてきました。お父さん、頭上げてください。私は慌てて、今にも土下座しそうな義父に駆け寄り、支えます。そうよ。なんであなたが頭を下げるのよ。義母は相変わらず自分が悪くないと思っていることは態度を見ただけで分かりました。とりあえず上がってください。玄関先で話すわけにもいかないので、私は義父母にリビングまで上がってもらい、ソファーに座らせました。とりあえず他社運転特約の保証は受けられることは確認を取れたのだが。ソファーに座った直後に義父がため息混じりに話し始めました。しおりさんの車が外車ということや、パーツが取り寄せということもあって、もらった明細が予想以上でね。と、義母が見せてきたのは、保険会社がおおよそで作った修理の明細でした。そこには500万円を超える修理費用が記載してあります。私も予想はしていたものの、まさかここまでかかるとは思いませんでした。私たちに払える額じゃないわよ。だから、しおりちゃんに払ってもらいましょうよ。お前は黙っていろ。義母が義父の腕を揺らし、甘えた声を出すも、義父はそれを跳ねのけ、冷たく抑え込みました。500万円ですか。私もこれをさすがに払えとは大きな声で言えず、困り果てます。仕方ない。この額は父さんたちには払えないだろうし、俺が払うよ。困り果てる私たちに、涼介がため息を漏らして言いました。大丈夫なの？ああ、新婚旅行がまだだったから、その費用を貯めていたんだ。驚く私に涼介が言います。
確かに結婚してからすぐに仕事をしていた私たちは新婚旅行には行っていませんでした。まさか涼介がその費用を貯めていたとは。あら、ありがとう。さすが涼介、助かるわ。しおりちゃんも見習ったら？母さん、このお金は後で返してもらうよ。調子に乗る義母に涼介も冷たく牽制しました。何を言っているの涼介。老後しかない私たちからお金を取るつもり？まさか涼介にそんなことを言われると思わなかった義母は目を丸くして大声を出します。何ずうずうしいこと言ってるんだよ。本当は今にも出してほしいくらいだよ。この車はしおりが一生懸命貯めたお金で買った車なんだ。それを乗ることなくこんなことにして反省しろよ。温厚な涼介しか見たことがなかった私は怒鳴った涼介の姿に驚きました。静かな人ほど怒らせると怖いというのは本当のようです。払わないわよ。私は悪くないわ。しおりちゃんが乗ってもいいですって鍵を玄関に置いてあったんだから。この後に及んで何を言うのか。乗ってもいいとは一言も言ってません。お母さんが無断で。私がそこまで言うと、涼介が私を止め、私にこそこそと耳打ちをしてきました。それを聞いた私は一瞬驚いたものの、確かに義母にはいい薬になるかもしれないと思い、コホンと咳払いをしてから義母に静かに言葉を発しました。では、お母さんは払わなくていいです。その言葉に瞬時に明るい表情を見せます。いいの？大丈夫です。新しい車を購入することにしたので、その新車購入代をお父さんの給料から天引きします。涼介が先ほど私に言ってきたことは、義父の給料から天引きするというものでした。なんでそんなことができるのよ。あなたにそんな力はないでしょ。義母は顔を真っ赤にさせ、唾を飛ばして私に叫びます。はい、私にはそんな権限はありません。でも涼介にはその権利があります。義母が私から涼介へと視線を移します。俺、今日社長に就任したんだ。どういうこと？お前はまだ分かっていないのか。私の勤め先の社長は今日から涼介だ。目を丸くしている義母に義父が呆れた様子で言いました。ちなみにしおりさんは理事の娘さんだから鶴の一声で人事も動かせるぞ。さすがにそんなことはしないと思いつつ強気で義母を見ました。そんな、ちょっと待ってしおりちゃん、涼介。そんなこと私たちにできるはずないわよ。ねえ。確かに両親相手にここまですることは心が痛い。しかし涼介は覚悟をしていたのか表情を変えることなく義母を睨んでいました。お母さん、ついでにこちらをお返しいただきたいのですけど。愕然としている義母の前に私はさらなる追い打ちをかけるためのメモを義母に渡しました。そこには今まで亡くなった私物のリストが記載してあります。何よこれ。お母さんが来た日は必ず物がなくなるので、すべてその日にメモをしておきました。いつか返してくれるかもしれないと思った私は、念のためにすべてメモをしておきました。細かいものはわからないものの、バッグやジュエリー類はわかります。何を言っているの？こんなもの取ってないわ。あるぞ。驚きと焦りのあまり、義母の声は裏返っています。しかし、ないと言い張ることは分かっていた私は、前もって涼介に確認をしてもらっていました。義母の家は涼介の実家でもあります。だからこそ、黙って入ったとしても問題にはなりません。それを利用したのです。ほとんどが母さんの部屋にあった。まさかこんなことまでしていたとは驚いたよ。そこから義母は何も言えなくなり、黙って義父に引っ張られるがまま家に帰っていきました。後日、義父は今まで義母が取ったであろうものを返しに来てくれ、その際に義母があの日電話でテンションが高かった理由を話してくれました。実は義母はあの日飲酒をしていたようで、義父が迎えに行った時には多少シラフに戻っていたものの、体からはアルコールの匂いがしたとか。まさか昼間からお酒を飲んでいたことに驚いた義父は、なぜお酒を飲んでいたのか問いただしましたが、
義母ははぐらかして何も話さないと言いました。それを聞いた良介は、私の車にあったドライブレコーダーの映像を義父に見せました。そこには義母が運転している横に、とても若い男性が一緒に乗っていたのです。おそらく義父が迎えに行くまでに、この男性は自力で帰ったようですが、さすがにドライブレコーダーの映像には気づかなかったようで、はっきりとイチャつく様子が映っています。その映像にショックを受ける義父でしたが、何か吹っ切れたのか、帰る頃には明るめの表情で家を出て行きました。そのさらに後日、義父は自ら義母の動向を探ってみると、どうやらホストにはまっていたようで、老後に向けた資金もすべてホストに使っていたとか。義父はその事実に腹を立て、そのまま飲酒運転のことも警察へ映像と証言をもとに報告。そのまま義母は免許剥奪になってしまったそうです。そして義父は義母に離婚を突き出しました。義母は家を追い出され、一度良介に助けを求めたようですが、良介も絶縁を伝え、そのまま義母はど田舎の実家へ帰省。体が不自由な自分の両親の世話をしつつ、私たちの新車購入代の返済と義父への慰謝料の支払いで、掛け持ちでパートをし、朝から夜まで働いているとか。もし義母が良介と義父の仕事を把握しており、私の両親のことも知っていれば、こんなことにはならなかったでしょう。しかし、なってしまったことは仕方がないこと。頑張って返済をしてもらいます。